今ねタクシーが思ったより早く来てくれて嬉しかったんですけど、交通手段でタクシー使うことも多いよって言ってたんですけど、タイに来る前に絶対にダウンロードしてほしい配車系アプリ2つある。登録できるかできないかって国のね番号SMS 受け取れるかとかによって違うんですけど、グラブ、皆さんご存知東南アジアはやっぱグラブをぜひ取っててほしい。でグラブってほんとウーバーみたいな感じなんですけど、ご飯とかも頼めるし、それ以外にもデリバリー配達とか荷物は頼めたり、それこそフレッシュマートスーパーとかの配達まで全部できるんですけど、結構全部まとまってて1個のアプリなんですけど、やっぱり一番使うのはグラブのタクシー機能だから、グラブはぜひダウンロードだけしといて後で登録する、こっちで登録してもいいと思いますし、グラブがやっぱり一番配車としては早いかなと思います。ただグラブよりちょっと割安で時間かかってもいいからっていうんだったら、ボルトっていうアプリを取っていただきたいです。グラブとボルトで、ボルトの方が値段が比較的に安いんですよ、全体的に。ただボルトの方が捕まりにくいし、すごいキャンセルとかも多くて、待ってた割に30分経ってキャンセルされるとかいうことも全然あるので、グラブもあるんですけど、ボルトの方が可能性が高かったりするので、実家に余裕ある時とかに使ってほしいんですけど、本当にたまには半額ぐらいの価格だったり安いボルト。バンコクはグラブの方が捕まりやすいんですけど、プーケットは結構ボルトが捕まりやすいんです。なんでタイどこに行くかにもよるけど、この2つがあれば結構安心っていう配車アプリ2つがグラブとボルトです。どっちもあれですよね、クレジットカード登録すればその場で支払わなくていいですよね。登録しとけばそこから引き落とし、自動引き落としで、あとめっちゃ注意点が一つあるのが、普通に Uber とかやったら高速代とか、追加されるとしてもアプリ上で支払いとかできるじゃないですか。でもタイは高速に乗るときにハイウェイ乗るって言われてはいって言ったら、ハイウェイの入り口でキャッシュ出してって言われることがよくあるんです。キャッシュでその場であなたが支払ってくださいって運転手さんからハイウェイだからキャッシュって言われて払うことがあるので、キャッシュを一応持っといた方が絶対にいい。使わないかもしれないけど何かの時のため、例えば現金しかダメっていう現金主義の人もたまにいらっしゃいますし、旅行してると現金かクレジットカードっていうチョイスになるかもしれないんですけど、日本みたいにペイペイみたいな感じでこっちにもアプリ決済っていうのがあります。スキャンって言うんですけど、このスキャンって日本と違ってアプリダウンロードするっていうよりはダイレクトトランスファーなんですよ。銀行のアカウントから直接やり取りをする送金みたいなのが QR コードでできるんです。ペイペイとほぼ似てるんですけど、ダイレクトトランスファーのことをスキャンって言います。でこちらで銀行口座を開設されてる方はこのスキャンが使えて、結構ほとんどの人がスキャンを使ってるんで、タクシーの運転手のおじちゃんで本当にキャッシュがない時にスキャンできますかってなんていうか分かんないけど、とりあえずスキャンはって言ったらたまにいいよって言ってくれる方もいるけど、やっぱりねキャッシュってないと困る時が未だにあります。皆さん旅行される時クレジットカードで支払いされるのかな、キャッシュでされるのかな。セブンイレブンが結構ねややこしいんですけど、セブンイレブンどこでもあるんですけど、なんか知らないけどスキャンができないんですよ。だから支払いする時クレジットカードかキャッシュになるんですけど、200バーツ超えてないとクレジットカードできないので、私何回かね買えなかったことあるんですけど、例えば水買いたいちょっと行くじゃないですか。でもキャッシュない、だからスキャンできないから買えないんですよ。あ、これあれ湯の森って温泉だって。温泉本当に日本風の温泉、そうこのチェーンが何軒かあるみたいで、私も行ったことまだなくって、知り合いの方からお誘いしていただいてぜひと思ったんですけど、あったって言ってるうちに着きました。 Thank you、 バイバイ。着きました。バイバイタクシー。これがタクシーカラーです。結構奇抜ですよね、緑と黄色って。なかなかミニオンぐらい。今日行くお店がこちら、じゃん、テラ。テラスのテラって書いてテラだったと思います。すいません、よろしくお願いします。たまみです。よろしくお願いいたします。こっちに座らせていただいていいですか。ありがとうございます。ここが友達からも教えてもらってたんですけど、名前はただ行ったことがなくてずっと行きたいと思ってて、で福岡料理のお店なんですって。で3店舗今あるって。こことプロンポンとトンローにね3店舗今バンコクにはあって、サトンのテラ店長さんサイさん
私九州だからちょっとテンション上がってるんですけど、まあおすすめはお任せしてっていうので、はい。はい、食べ物寺のおすすめはごまぶりです。田舎スタイル。これはごまだれは白醤油とミックス。田舎スタイル。それを今ぶりにかけてるっていう。はい。明太子、イカ明太、炙りもあるし。レバ刺しも美味しいです。牛のレバ刺し。はい、牛レバ刺し。ちょっと一旦で一通り言っていいですか。はい。ここでおすすめとかってありますか。はい、イワシ明太です。はい。美味しそう。これ何ですか。チャカバター、明太レンコン。はい、チャカバター揚げ出しです。チャカバターの揚げ出し。はい。面白い。じゃあ、お、出た。もつ鍋と。つ鍋と煮込み、羊大根と豚角煮です。うわ、豚炊き餃子。はい。迷う。ちょっと一旦一通り教えていただいたんですけど。で、私1個質問あるんですけど、なんかタイのアルコールライセンス、アルコールを販売するときにお店はこのシールがあるやつじゃないと売れないっていうのを見たんですけど、はい、本当ですか。はい、ここもQR もあります。QR コード。あ、QR コードまでないとダメなんだ。はい、あ、これ QR をスキャンしてちゃんとキリンビールっていうのがチェックできるような、このタグちゃんとついてないと販売しちゃダメなんで。はい、売ったらダメ、売れないんですよね。そうだから結構タイはアルコールライセンスが難しいっていうのを聞いてて、だからさっき言ってた通り酒税も高いからね、お酒も結構高いですよね。安くはないですもんね。普通に卸の値段とか聞いててもなんか結構高いって思うぐらい。あと結構輸入が高いって関税がかかるのとサンプルも送んないといけないみたいなので、お散歩香港シリーズではなかなかお酒は飲んでなかった気がする。おお、ここのごまだれと醤油、ここにつけて食べてくださいということで、わさびもレモンも一緒に。はい、お皿は福岡からです。ああ、これちゃんと。はい。これも？はい、これも全部お皿、寺のお皿は福岡の藤原のお皿です。凝ってる。はい、これは全部グループ会社？はい。グループ一緒です。グループ一緒なんだ。はい、グループめっちゃあるんですね。これすごい可愛いと思ったんですよ、さっき。しかもちゃんと。全部小石原です。小石原の小石原焼き？小石原のお皿勉強しました。小石原のお皿を勉強しに、はい、行きました。作ったんですか？じゃあ、最初。これは作った？私です。私。作った？これは？これは一番最初だからわからないから。あ、じゃあこれあれ記念品？これ一番最初の作品なんだ。はい。あ、じゃあこれ使えるっちゃ使えるけど汁こぼれる。はい。汁こぼれちゃうんですよ。ラーメンとか入れちゃったら。でも一番最初の記念品だから、はい、持って帰ってきたんだ。これは2回、これは1回は。2回目上手ですね。2回目なんか急になんか成長されても。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。嬉しい。じゃあちょっと食べてみたいなと。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ブリブリ。ごまはいいですね。ごまの風味っていうの？熊本でいるときは別にこのぶり、ごま、なんていうの、ごまぶり別に私たちはするわけじゃないから、結構私にとっても新しいかも。なんか風味が出た時のごまってやっぱ香りあるからいいですよね。いやでもなんか福岡って聞くだけでテンション上がりますね。なんか民族意識っていうんですか、ちょっとなんかなんて言うんだろう、好きじゃないですか、そういうのって。地域近いと嬉しくなるみたいな。中国でも君なんか何々省近いねみたいな多分あるし、多分どこにでもあると思うんですよ。アメリカでもみたいな、カリフォルニアみたいな、私も西だよ、西海岸だよみたいなのあるじゃないですか、やっぱり。だからやっぱ日本でもあると思う。この九州九州ですかみたいなのって絶対ある。今日いっぱい歩いたし飲んでもいいですよね。行きましたね。今日だって日中に40分ぐらい歩いてますから結構多分焼けてますよ。まずこれがジャガバターの揚げ出しです。面白いですよね、ジャガバターの揚げ出しって。お
中はこんな感じ。おお、バターがいい感じにだしに溶け出し、じゃん。なんか揚げてあるんですよね、多分。はい、いただきます。新しい。外側はお豆腐の揚げ出しと似てるんですけど、食感がやっぱり中身がお芋を感じられる、新しい食感。これでももったいない、スープ飲むのかっていうところが今の疑問点。どうなんだろうこれは。もうなんか香港って昔から日本食がめちゃめちゃ多いっていうので有名だったんですよね。私が行く前から多分日本食の数が相当多い。その時日本人の方も多分2万人ぐらい、2、3万人いらっしゃった時、全盛期なんて本当に日本食の数が世界で一番多いんじゃないかぐらい日本食が多かったんですけど、多分韓国に来て思ったのはもうちょっと上回りつつあるんじゃないかぐらい日本食の数がすごい。日本大手のチェーン店とかも結構出てきてますし、こっちならではのチェーン店っていうのも結構あって、よく名前を見るお店はシャカリキっていうお店だったり、謙信、なぎ屋さんっていうとことか、富士っていう、日本でよく聞くというよりは多分こっちでできてるチェーン店ですよねがいろんなとこに出てて、デパートとかに入ってたりしてて、むしろ大戸屋さんとか弥生県よりよく見るっていうお店が結構あるんですよ。どこに行ったことあるか、まだ行ったことないかもしれないけど、行ってみたいと思ってるとこです。なのでそれこそこのテラさんだってね、今もう3店舗あるってことは、次3ってこの3ってなんか最近3じゃなくて3ってしちゃうんですけど、おじいちゃんがするやつですか？なんか最近3っていうのを3ってしちゃうんですよ。なんか昔3ってやってたんですけど、最近3変なの？これね、私が高校生の時ぐらいかな、なんか博多ポーズって言われて流行ったんですけど、私の中で博多ポーズ、なんで博多なんだろうって分かんなかったけど、その時は博多ポーズってみんな言うから博多、韓国とかでこれ流行ってたじゃないですか。でハートってやるやつが、もうタイ人の人とか日本人、私が日本人とか韓国人とか関係なく、もうみんなはいポーズって言ったらみんなハートってやるし、なんか昔よくハートとかあったじゃないですか。ハート、なんか昔のハートこれだったんですよね、多分。イワシ明太、イワシに明太を多分まぶして、これね、なんかどっかで東京の食卓かどっかわかんないですけど、懐かしい東京の食卓、皆さん覚えてます？知らない人もいらっしゃるかもしれないけど、東京の食卓っていう豆知識、裏知識なんかを紹介するテレビ、今では全部多分インスタとかで見ちゃうけど、昔はね、その伊東家の食卓っていうやつでどうやって納豆を切るかとか、なんかそういう裏技とかをやってたんですよ。ゴム滑らないようにするにはどうするかみたいな。でそれかわかんないけど、どっかで見たのが、レモンは裏にして絞ると風味がめっちゃ皮から出るみたいなのを聞いてから、頑張って裏からいつも絞ろうとするんですけど、正直ね、裏で絞ると結構至難の技で結構飛ぶんですよね。カクテルのガーニッシュで絞るやつあるじゃないですか。多分そういう雰囲気だと思うけど、こういうレモンは多分なかなか難しいから普通に絞らせていただきます。すいません。大根おろしのせちゃっていただきます。イワシなんで、美味しい。結構噛むとこういい感じに脂と肉汁が出てきて、明太のやっぱピリ辛感もあって、なんせ骨がちょっとあるじゃないですか、ちっちゃい骨だから、イワシだから気にならない。イワシだから気にならない。いや、なんか昔一回引っかかったことがある。皆さんどうするんだろう。もう私の地域では骨がもし刺さってなんかあるんだったらご飯を飲み込めって言われる。やっぱりそう、なんか多分日本って多分そうなんだけど、韓国もそうみたいなんですよ。逆に聞いてみます。ミャンマーではどうなんだろうっていうところ、ちょっと気になる。めっちゃそれ好きなんですけど、あんまりね興味ないのかな、皆さん。その違いとか、同じ似たようなものを食べるけどどういう文化で、例えばね、韓国のチヂミってあるじゃないですか。なんかチヂミといえばマッコリみたいなこうお酒の組み合わせが韓国には結構多く、日本もまあなんとなくあるじゃないですか。なので韓国ってそれが強いんですよ。例えばチキンだったらメッチュ、なんかビールみたいな、シメクって言ってね、チキンとメッチュ、シメクみたいな。
ちょっといいですか、聞きたいことがあって、そのお店の話とかじゃなくて、これは個人的にカルチャーの話なんですけど、ミャンマー出身ですよね、はい、ミャンマー人です。ミャンマー人だからミャンマーで育った、ミャンマーで、英語も OK？ 英語大丈夫です。Did you grow up in Myanmar or? Yes. Maybe I'm gonna ask like general question about Myanmar, like people from Myanmar. So in Japan, usually if the bones of the fish gonna stuck on the throat, we usually say you need to drink the rice. A bite of the rice, you drink it, rice. and then it's gonna be gone. Yes, But how yes. do you do in Myanmar? Same。マジ？すごい。すごい。一緒？一緒です。面白い、はい一緒ですね。一緒ですこれめっちゃおもろい。中国人にも聞きたいし、なんかいろんな人に聞きたい。でもこれ美味しいです。イワシのちっちゃい骨がやわいから、はい全然気にならない。大丈夫ですうんはい美味しいめっちゃ、はい。めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。美味しそう、水炊き餃子。いただきます。少しをちょっともらいます。美味しい。優しい。あったかいんだからって覚えてます？あったかいんだからだっけ、ちょっとリズムがあれなんですけど、なんか芸人さんのやつがあって、あったかい、優しくてあったかい、めっちゃ味が濃いとかじゃなくてスッと入ってくる感じ。すいません、おすすめの締めって何ですか？焼きおにぎりです。おにぎりが美味しいって、じゃあこのおにぎりと私が気になってるこの大葉のじゃこ飯を一つずつください。はい、一つずつ、はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。締めだって。甘いものも好きですよ。カヌレでボルドー、溝が入ったようなお菓子しますね。茶色いマドレーヌみたいな感じの、私これ大好きなんですよ。で家でも最近焼いてぐらい作るぐらい。自分で作るんだ。美味しすぎて、でも高いんですよこれどの国に行っても1個300円ぐらいするんです。でなんか1個300円ってなかなかそんな簡単に1個食べれるわけじゃないじゃないですか。でじゃあちょっと焼いてみようと思って、でもねやっぱこの光沢が出ないんです。家ですると美味しいっちゃ美味しくできたんですけど、今研究中。これはマジで好き。デザートって言ったらもうこれは大葉のじゃこ飯。何なんだろうベースは。大葉は多分ね刻んで入れてあるんですけど、じゃあ私ちょっといただきます。これ大葉じゃこ飯。じゃこ置いとこう。梅干しとか一緒に入れても美味しいかもって思う。甘い。なんかじゃこが甘いのかな。これはちょっと甘めな感じで匂いもいいし、梅とか一緒に食べたい。美味しい。いただきます。はい。もう食べちゃいますよ。焼きおにぎり。おばちゃんが日本人と結婚したってことか。どこにいらっしゃる？今どこにいらっしゃるんですか？東京です。社長何人ですか？社長は福岡人です。日本人。で社長と一緒に行くんですか？福岡。何するんですか？仕事。もう新しいオープンだから。どこで？そこで22で新しいのお店。また？はい。ありがとうございました。美味しかったです。ごちそうさまでした。すいません。本当に美味しかったです。写真撮ってください。大丈夫です。何にしよう。ポーズなんかあります？はい。ジャパニーズスタイルです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお願いします。日本楽しんでくださいね。はい。ありがとうございます。気をつけて。はい。楽しんでください。はい。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。